厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は初めてバッハを聴く人のためにバッハの人生、代表作、功績を10分で紹介します。バッハは1685年現在のドイツに生まれました。バッハの同い年には同じドイツ出身のヘンデルがいます。バロック時代の先輩には指揮で有名なビバルディがいます。モーツァルト、ベートーベンといった古典派の巨匠たち、ショパンやチャイコフスキーといったロマン派の巨匠たちはみんなバッハより後の時代に活躍した音楽家です。バッハは有名な音楽一家に生まれました。学校の成績も優秀で音楽の才能にも恵まれたバッハは小さい頃に両親を亡くし、兄の下でオルガンを学びます。バッハは音楽への飽くなき探求心を持ち、音楽のために努力を惜しみませんでした。古今東西ヨーロッパ各地の音楽を可能な限り学び吸収したのです。こうしてバッハは若くして才能あふれる音楽家になりました。教会オルガニストや宮廷音楽家として生涯にわたり演奏と作曲を続けます。バッハの音楽への情熱は信仰心から来るものでした。神のために整った教会音楽、わかりやすい教会音楽を上演したいという気持ちから理想的な音楽を追求できる環境を求め、バッハは様々な宮廷や教会を転々としました。しかし意外なことに今でこそ世界的巨匠として知られるバッハですが、生涯一度もドイツの外に出ることはありませんでした。同い年の同じドイツ出身のヘンデルが外国で活躍していたことと比べても、バッハはヨーロッパ全体での知名度は今一つで、あくまでローカルに活躍する音楽職人だったのです。今職人という言葉を使いましたが、バッハの時代の音楽は今のように長く愛され続ける芸術作品ではありませんでした。儀式や行事、晩餐会などを盛り上げるためにその都度書かれるいわば使い捨ての音楽だったのです。バッハもそうした音楽を作る職人として65年の生涯を全うしました。死後バッハの音楽は時とともに忘れ去られていきます。しかしバッハの死からおよそ80年後のことです。前期ロマン派の天才音楽家メンデルスゾーンがバッハのマタイ受難曲という傑作を復活上演しました。これによってバッハという音楽家は再評価されることになり、数々の名作が蘇ったのです。バッハは時代で言えばバロック期の終わりと古典派の始まりをつなぐ位置にいる作曲家ですが、その作風はバロックらしくもなく古典派らしくもなく、バッハ独特のものだとよく言われます。バッハは整った音楽、わかりやすい音楽を目指していました。音楽を数学的、理論的に緻密に組み立てた上で、音楽知識のない人にも美しさと壮大さを感じさせる音楽を作ったのです。今日はバッハの代表作の中でも特に耳なじみのある10作品をご紹介します。1曲目は平均律クラビア曲集よりプレリュードです。この平均律クラビア曲集は音楽の旧約聖書と呼ばれる名曲集です。2曲目はフーガと短調というオルガン曲です。別名小フーガと呼ばれる名作です。3曲目もオルガン曲でトッカータとフーガ2短調です。実は戯作という説もありますが、とてもユニークで斬新な作品として人々に愛されています。4曲目は主よ人の望みの喜びよというカンタータです。カ
カンタータというのは器楽伴奏のついた大規模な声楽曲のことです。5曲目は無伴奏バイオリンのためのパルティータ第2番シャコンヌです。続いて同じく無伴奏バイオリンのためのパルティータより第3番ガボットもお聴きいただきましょう。無伴奏の独奏曲というジャンルでは無伴奏チェロ組曲第1番プレリュードも外せないでしょう。8曲目は管弦楽組曲第3番エールです。G 線上のアリアとしてもよく耳にする曲ですね。同じく管弦楽組曲の第2番ポロネーズもお聴きいただきましょう。10曲目はブランデンブルク協奏曲第5番です。気になる作品は見つかりましたか？バッハが残した音楽史上の功績はたくさんありますが、バッハが音楽の父と呼ばれるところにその功績の大きさが集約されています。バッハは中世からルネサンス、バロック時代まで脈々と受け継がれてきた西洋音楽の伝統を隅々まで学びました。特に伝統的な対位法という複数のメロディーを調和させる作曲技法を極限まで洗練させました。しかし伝統だけではなく、バッハはさらに新しい音楽を開拓しました。当時まだ新しかった和声楽という一つのメロディーを複数の音、和音で響かせる技術を取り入れたのです。これによってバッハは一つの時代を完成させ、さらに次の時代を新たに始めた音楽史上重要な転換点の存在になったのです。これがバッハが音楽の父と呼ばれるゆえんです。ちなみにバッハは多作で生涯でなんと1100曲もの作品を残しています。しかもその範囲はオペラ以外のほぼ全てのジャンルに及びます。そしてそのどれもが数学や理論に基づいたある種完璧とも言われる美しさを持っているのです。そのためバッハ以降の音楽家たちはこぞってバッハの音楽を学んでいるのです。バッハを敬愛する音楽家の一人ベートーベンは、バッハという言葉が小さい川を意味することからこう称えています。バッハは小川ではなく大海である。最後にバッハの名言をご紹介しましょう。すべての音楽の唯一の目的は神の栄光をたたえ、魂の再生を図ることに他なりません。今日この動画を見てバッハについてもっと知りたくなったという方は、概要欄にも記載しているこちらの動画、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ生涯と名曲、意外と知らないクラシック音楽界の大巨匠の人生と名作を解説をぜひご覧ください。今日の動画が面白かったという方は評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。